はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回はまたこのノートを見ながら闘病期の続きをお話ししたいと思います。前回までに入院38日目、2月の2日、この日までの闘病の様子をお話ししています。この2月2日というのは再対血移植へ向けての先生と看護師さんとそれから妻と自分ですね、4者会談というような形で具体的ないろいろな説明を受けたと、そこまでお話をしています。昨年の今頃にはもうすでに熱が出たりして体調を崩していた白血病が発症していたという、そんな時期、それから暮れに入院するというようなことになり、それから治療が始まっているわけですけども、入院して退院して入院して退院してそれからここまで来ていますね。この闘病期がですね、なかなか進まない。少しかいつまんで、進めたいと思います。入院39日目、この日特筆すべきこと、これはですね、ここ数日体に皮疹がかなり広がっている。皮疹というのは皮膚の表面に赤い点ができたりシミのようになっていったりとか、そういったものが広がってくるということですね。それで自分の場合はかなりかゆみがあったりなかったりということですね。それが広がってしまった。で、数日前から点滴の抗生剤をそれまで1種類使っていたのを2種類に増やして併用するという形になっていたんですね。その新しく追加された抗生剤がどうも原因のアレルギーなのではないかという話になりまして、この新たに追加された抗生剤は中止ということになりまして、これまた違う種類の抗生剤をこの後考えますというお話になってますね。体に皮疹をセーブするための軟膏をですね、かなりびっしり塗るというようなことが始まってますね。入院40日目、この日特筆すべきこと、イベント的なこと、11時頃から血小板の輸血があったと。で、自分の場合は結局造血不全というふうに先生に言われてしまいましたけれども、なかなか血がうまく作れていない、血液細胞が作れていないということで、抗がん剤で白血球をかなり悪い白血球を少なくしている。で、同時にですね、赤血球や血小板もうまく作られていないので、とにかく輸血が多かったんですね。血小板の輸血、赤血球の輸血というのも頻繁にありました。それがこの日も血小板輸血があったと。それから夕方以降なんですけれども、肌がかなりピリピリしてかゆみが増していると、そのような状況になってます。この数日後、抗がん剤をまた新たに投与するということで、もうそうなるとですね、移動がなかなかできないということで、この日許可が出ているうちにということで、地下のコンビニへ行ってみたということが書いてありますね。コンビニへ行って何を買いたいということでもないんですけど、ちょっとブラッと行って、アイスとかチョコレートとかなかなか普段食べないものをちょっとだけ買って帰ってきたという感じですね。それともう一つ、これは結構重要ですね。夕方の血圧を測った時にですね、なんと上が130という自分にしては非常に高い数値が出ていました。
それからこの辺りではですね、うがい薬を少し前に調合していただいて、それで頻繁にうがいをするようになっていると。このうがい薬がですね、すごい味がするんですね。酸っぱい、苦い、甘いを混ぜたような味。でも案外何回かそれでうがいをしていると慣れてしまうものなんですね。22時頃点滴の抗生剤が入り、23時過ぎに終了。そしてまた今度0時頃にですね、点滴の抗生剤が入り、1時頃に終了と。でももう眠っちゃってる場合もありますね。それで看護師さんが来てこうガサガサとされるので目が覚めたりとか、夜中に目が覚めたらもう終わってたよとか、そういうこともありましたね。入院41日目、朝の6時頃の看護師さんの巡回がありまして、点滴の抗生剤をつないでいただくと、それから体温を測ったりとか血圧を測ったりとか、そういったことがあるんですけど、前日の夕方血圧が130という自分にとっては非常に高い数値が出ていた。でこの日の朝の血圧もですね、120代後半、こういったちょっと血圧が高くなっている。これ何が原因なのかは自分には分かりませんでしたけれども、そういう状態が、続いているという感じですね。この日も採血が6本、血液の病気なので採血っていうのは非常に頻繁にある。月水金が基本で、その他にも適宜、採血をするというような形でした。午後シャワーを浴びるんですけれども、その時に体を見たら体の半分ぐらいが皮疹で濃い赤になってましたね。かなりもう広がっているという状況でしたね。それでこの日から新しいタイプの抗生剤を投与ということで、これで皮疹が減るかもしれないと。夕方、皮疹の元となっているどうもアレルギーのようだと。これをケアするためのステロイドの点滴が入りました。入院42日目です。2月の6日火曜日でしたね。前の夜からちょっと雪が降っていましてですね、窓から外を見ると若干雪化粧をした街並みが見えたと。で夜中によく目が覚めるんですよ。それでトイレ行ったりとか、それでまた寝直すんですけれども、とにかく目が覚めるたんびにですね、体が痒くてガリガリ痒いてしまう。本当は爪で痒いちゃ良くないということは分かってるんですけども、どうも痒くて、書かずにはいられないような感じだから、病院着を着てるんですけどもね、病院着の上から指の爪でなく指の腹でゴシゴシしたり、また病院着を掴んでゴシゴシしたりとか、そういう感じで書いている、そういう感じでしたね。この日は5時半ごろアレルギー対象用と思われる点滴ステロイド、これが入りまして、その後6時に今度抗生剤の点滴が入ると。で10時過ぎには栄養と水分ですかね、常時入っていた点滴、これの交換があったと。この日特筆すべきこと、それはですね、それまで腕の血管から点滴の針を刺して点滴を入れていた。自分の場合は最初弱い抗がん剤治療ということで、それなどはとにかく手の血管から薬剤を投与するという形で大丈夫だったんですけれども、今後本格的に抗がん剤治療が始まる。そうなるとですね、もっともっとたくさんの点滴を同時に体に入れなければいけないと。で手の血管では細すぎるんですね。ということで首からカテーテルを通して、それで点滴を同時にたくさん投与するというような方式になると、そういうお話でした。13時頃から別室にて主治医が、
中心静脈カテーテル、これの施術をしてくださった、この辺りでしょうかね。その静脈が通っているんでしょう。そこにカテーテル、管を通す。それでその先がですね、2本分岐した管になってまして、このぐらいですかね。ここにですね、ジョイントがついているので、2系統の点滴をつなぐことができると。動かないように針で留めたりとか、あとテープで固定したりなんですけど、やっぱりこう首を動かすときに違和感があったり痛かったりする。特に寝ているときにこう起き上がる、その時に首に力がかかるので、これはちょっと痛えなという感じだから、起き上がる時に頭を自分の手で持ち上げるようにして起き上がる。そうすると首に負担が少なかったので、これはいいやっていうことでそれやってましたね。でも違和感があるんですけど、これも数日で慣れてしまうことでしたね。で、静脈カテーテルがここにつきまして、それで病室に戻りまして点滴をつないでいただく。点滴から管がこう出ている。それをその静脈カテーテルの先にあるこのジョイント、そこからですねルートを伸ばしまして、点滴のところにつなぐ。その間にですねジョイント分岐点みたいなものがありまして、1本だけでなく2本3本と、一度につなげるような、そういう仕組みになっていましたね。で、この時はですね常時栄養と水分ですかね入っていたので、早速栄養水分という形でこの2系統つないで、抗生剤など入る場合はそのどちらかは分かりませんけれども、その分岐になっているところにさらに抗生剤をつないでとか、そういうような、仕組みになっていました。で、一度に複数のものを入れない方がいいっていうような、そういう薬剤もありますね。その場合は、途中から分岐しているそこで止めて片側だけ流れるっていうようなですねこともできる。だからそれを見てすごく合理的な医療システムというか、そういうものができてるんだなと、感心しましたね。この日の夕食18時頃ですね、服薬薬が12錠、さらに目薬をこの日から毎食後、また就寝前、1日4回点眼することになりました。もう目薬をさすなんていうことは何十年ぶりなんですよ。だからこうやるんですけど、なかなか思ったところに入らないというね。だから何度もこう繰り返して目パチパチして、やっとなんとなくやってるうちにコツがつかめたみたいなことでしたね。ということで今回は入院39日目から42日目までですね、この間の病院生活についてお話をしました。この翌日から、本格的な抗がん剤治療が始まるというその前夜までということですね。抗がん剤治療等につきましてはこの次の動画でまたいろいろとお話をしたいと思います。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお気軽にお寄せいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。